Ready? ということで始まりました原専ラジオ、原田専門家でございます。はい、今日お話しすることは昨日の続きね。たまにはちゃんと続きをやりますよ。私もね、今日のお話は分かりやすさの罪というお話です。昨年の7月に武田砂鉄さんというね、ライター、フリーライターと言っていいのかな、ラジオをねやっておりまして、金曜日の今金曜日だったかな、前までねよく夕方ラジオやってたんでよく聞いてたんですけども、ラジオもやられております武田砂鉄さんが出されました、朝日新聞出版から出ております分かりやすさの罪という本が出ておるんですけども、そこに書かれていることというか、昨日ちらっとお話ししたように、この本の紹介とこんなことが書かれていますよ、皆さんどうですかというお話をしたいなと思いまして本を引っ張り出してきました。まずね、にたくさん付箋を買ってるんでいちいちそれを説明するのもあれなので、目次を見ながらこんなことが書いてたな、こんなことが書いてますということをお話ししつつ進めていければなと思いますが、まずね最初に帯にねいろいろ書いてますよ。すぐにわかるに頼り続けるメディア、納得と共感に溺れる社会で与えられた選択肢を疑うためにと、シンプルな暴言を叫べば時代の寵児になれる社会、4回泣ける映画で4回泣く人たち、これはあれですか、ホリエモンのプペルのことですか。それからどっちの問いにどっちでもねえよと答えたくなる機会があまりにも多い日々、私たちはいつだってどっちでもないはずなのだということが帯に書かれておりますが、これをね読んでいる時かだったか前後に、僕の大好きな作家さんである伊坂幸太郎さんが逆ソクラテスという本を出しておるんですが、これは短編集だったかな、短編集でもないのかな、短編集ではないか、逆ソクラテスというなんて言って、構造上はこれ短編のあれそんな感じじゃなかったっけ、そんな感じじゃないんだ、もう忘れている。逆ソクラテスという本がこれもね僕は同時期に読んだんですけど、これがね全く同じようなことというか、僕はそうは思わないね、帯にも書かれています。敵は先入観、世界をひっくり返せ。伊坂幸太郎史上最高の読後感、デビュー20年目の真っ向勝負とね書いてありますが、逆境にもめげず簡単ではない現実に立ち向かい、非日常的な出来事に巻き込まれながらもアンハッピーな展開を乗り越え、僕たちは逆転すると。そうですよ、無常の短編5編、書き下ろし3編を収録とかね、短編集なんですが、通底しているテーマというかに基づいて書かれているとても面白かった本があるんですけど、これも同じように僕はそうは思わないね、伊坂幸太郎さん。一方武田砂鉄さんは私たちはいつだってどっちでもないはずなんだね、そうなんですよ。僕はある質問というかいろんな問いに対して僕はそうは思わないと言える社会でありたいよねということが書かれているんですが、それを詳しく説明、小説で表現しているのが伊坂幸太郎さんで、分かりやすくというかなんていうのか分かりやすくはないんですよ。くどくどと説明していると言った方が近いのかな。結局そのことを言っているというようなこういった例があります、こういった例があります、どうですか、こうですか、ああですか、やっぱりこうですよねというような書き方をしているので、分かりやすさの罪に関しては分かりやすくはないんですが、
言ってることはね同じですというか、その問いに対して僕はそうは思わないと言える社会でありたいよねの前提として、その問いが果たしてね正しいのかね、もう目次に見てるとねもう分かります。どっちですかの危うさね。一発目、これはもうね質問の前提がもう2択であると。いやいや、選択肢は何も2つ2択ではないでしょう。もっといろんな選択肢があって、簡単な話と分かりやすい例で例えると、性別ね、男女、昔はそれで良かったかもしれない。昔はね。でも今はそうではないでしょ。心が男性ね、体が女性の、またその反対、もういれば、そういったいわゆるジェンダー問題ですね。なので男女ね、その前提を疑っていかな飽きまへんよなというようなことが書かれていたり、あとようやくね、こういったビジネス書であるとか小説であるとか本の要約サイトがなんか人気があるというので、そこで、読んだ気になるというかね、本来であればこう行間も含めて本というのはね読むもんじゃないですか。そうは書かれているけども、いやいや僕はこう思うなとかね、そういったところを読まなければならないのに、要約して、例えばねこの砂鉄さんもそういったサイトに掲載させていいですかって話が来たということがここにも書かれているんですが、いやあんた何を見てね話持ってきてんだというようなことであったり、言葉にできないとかね、要約という行為 2+3 イコール丸、もしくは丸足す丸イコール5、これどっちが選択肢の幅というか考えの幅が広いですかという話なんですが、これすごいですよね。一見丸足す丸イコール5だったら、1億に足す1億、マイナス1億、違う、何言ってんの、なんて書いてたかなみたいな、1足す4イコール5でもあるし、2足す3イコール5でもあるし、4足す1イコール5でもあるから、2足す3イコール丸よりも考えの幅は一見広く見えるけども、ここからがすごいよね。答え歩きの問題だから選択肢はないよねということが書かれていたね。これそうだよね。これが今動かしてるなんていうんですか、政治、オリンピックなんかそうですね。オリンピックやる以外に答えがない状態で物事をね進めているみたいなのは、まさしく丸足す丸イコール5ですよ。いやいや、そもそもその開催大丈夫なんか。このコロナ禍でいろんなイベントが中止されております。ライブが中止されております。そんな中でなぜこういった状況でオリンピックだけはやれると言っているのかと、もう本当にまさしくこれですよ。なのでやっぱり 2+3 は丸の方が答えが限定されているようで、実は考える余地というかは広いんじゃないかみたいなのが書かれていたり、勝手に理解しないでとかね、理解が混雑する、一気に分かる必要性とか、人心を1分で話すなとかね、なぜそこで笑ったか、なぜ笑うのかね、高度にすがる、ノイズを増やす、4回泣けますありますよ。コーヒーを吹くかもしれない。深いってなんだろう、見せかけの言う、偶然は自分のものだと雑にする、ね、そんなこと言ってないのに自分に迷惑な、この中でね覚えているのは何だろう、わざと雑にするっていうのはね、これは本当にね、麻生さんとかそんな感じですよね。雑な言葉でね、
話すね、大雑把というかね、そんなことですかね。何書いてたかな。291ページ、219ページなのね。ずれているのではなくずらしているね。ちょっと読んでるとあれ時間があれなんで、こう付箋を引いたところをちょっと読みましょうか。本当にロジカルに、これ違う章だな。さっきの章の方がいいよね。でもさっきの章で付箋を引いたところはここかな。はい。偶然を他人に握らせてはいけない。しつこいけれど令和の響きで高級品は売れない。でもそう言われて結局そうでもなかった時に私たちは検証を怠るようになってしまった。自分たちに提供されるまるで偶然の量が増えてくる。それはそもそも偶然の定義を覆しているものであると繰り返し気づきたい。情報に対して受け身になりすぎることによって思考の幅が萎縮する。あれとこれをこじつける力というのはあくまでも自分で有していかなければならない。雨漏りを心配しながら書くことになったという偶発性は自分のものである。それを他人から提供されてはいけないと思うのであるね。これはね、雨漏りしている状態でいろいろ思いを馳せながら書いていた、ね。まあ冒頭でこの本が出た時期に池上さんもね同じような本を出していたと。しかもタイトルが非常によく似ていたみたいなとこから始まるんですけど、池上さんが悪くないじゃなくて、やっぱり昨日も話したように分かりやすさでねの罪っていうのはやっぱバカを育てちゃうわけですよ。こう入り口としてね分かりやすい説明っていうのは必要なんですけども、その入り口でもう全てを知ったかのようになってしまうね。そういうのが増えてきたし、またテレビの特性上というかネットの見出しの特性上というか、そこで、端的に、分かる言葉で、刺激の強い言葉で、話してしまう、表現してしまうと本当にね言いたいことというか、結構ね見出しと全然内容違うじゃんみたいなネットニュースって多いですよね。でもそこじゃないんですよね。やっぱりビュー数稼ぐためにただただ刺激的な言葉を羅列したりとかっていうのはやっぱりダメだよねとね。もうそれが分かりやすさの罪であると。池上さんのやってることは本当に入り口ね。池上さんって別にこっちの方が正しいでしょという話し方はしないですよね。どうですか皆さん、ねこういう問題がありますけどもどうですかと、ね、常に問うているけども見ている人はそうなんだね、その問いと思わずにそうなんだで終わらせてしまっているよなってね。本来はそこが入り口なはずなんですけども出口に向かわせることなくというか、テレビの尺で言うとなかなか答えのない問題であったりとかしますから、なかなかゴールまではいけないけどもそこから先は考えなさいよというのにそれはねけしからんことだとかそこで終わっちゃってるっていうのはやっぱ分かりやすさの罪ね、そういったものなんじゃないかなっていうのがいろんな例を取って書かれている本でありますので、ぜひね面白いですよ。と同時にやっぱりねこれ同時期に出てるっていうのが本当に物語っているよねって思うのは、これ確か同時期だったはずだよ。
なのか、僕が勝手に同時期に読んでたのかね。4月に出てますわ、逆ソクラテス。これね、ポスターね、めっちゃくちゃ貼ったって気になってた。で、やっと買ったのが、多分7月ぐらいに読んだんでしょう。ね、本当に、ね、伊坂幸太郎さんの小説でも同じようなことが、本当に同時期に、ね、こう書かれているのはやっぱりみんなうすうすとそういったことを感じているんだなって思いますね。はい、ということで今日は分かりやすさの罪と逆ソクラテスの感想というかね、今更なんてないっていう話もここでもしましたけど、今日は長くなっちゃったね。けども、そういったことでね、もうちょっと考えましょうよとね。あとね、僕はそうは思わない。ね。何でした？欅坂のあれでしたね。ありましたよね、そんな歌が。ということで、僕だったらそう思うかな。果たしてそうなのかな。鵜呑みにしていいのかな。その問いは正しいのかな。問いの時点でその2択、いや3択でしょ、4択でしょ、他の選択肢あるんじゃないの。結論ありきの議論をしてませんかみたいなことは本当に疑っていかなくちゃいけませんねというお話でした。チャンネル登録と高評価とね、よろしくお願いします。ありがとうございました。